こんにちは、きこです。今日は、現実がね苦しい人とか多いみたいだから、やっぱりそこをねどういうふうに抜ければいいかというかね、そのアドバイスをしたいと思います。やっぱ周りにもね、私もこういうことを伝えてて、だんだんみんな変わってきた人とかいると思うんだけど、そこから抜けるのにやっぱ苦しい人とかもいるから、どんな感じで抜けていけばいいかというかね、楽になっていくのかっていうのをやっぱ聞かれたりするので、そこをお答えしたいと思います。まずもうね本当に、ちょっと静かしいね。本当に、よくこうやって発信してることを腑に落とすというかね、全部腑に落とさなくてもいいんだけど、ポイントをやっぱ腑に落とした方がいいと思うんですね。で、何かっていうと、まず、目に見えてる世界は幻想だってやつね。自分の気持ちが現実を映し出してるわけだから、もうね本当にね、もうどうしようもない自作自演なんですよ。自分でやってます。自分の現実は自分が作り出すとかさ、自分の世界は自分で作るのかなとか言ったりすると思うけど、本当に作ってるんですよね、自分で。これがね本当に何て言うんだろう、そういうものだから、そういうことだったんですよね。だから自分が今見えてる現実を作り出してるってことと、あとはその現実がありがとう、パニーノ、お水ちょっとすいません。美味しい美味しい美味しい。ベリーグッテスト。そう水そうとにかく見えてる現実っていうのは、こうやって旦那さんが水持ってきたりしたっていうのもね、幻想ですからね。なんていうのかな、もう映画みたいなもんで、自分の波動が映し出してます。それがさ、タイムラグがあって、だいたい1日か2日って思ってたけど、1週間ぐらいあるんじゃないかっていう話ね。そのあたり出してます。だから目で見えてることが何が幻想かって言ったらさ、やっぱり1週間ぐらい前の波動だから幻想だって言えるってことですね。だからここを見てたってしょうがないってですね。現実が苦しい、現実のお金とかさ、なんか上司に何か言われたとか、いろいろあると思うけど、要はもうその現実の部分が過去のものだから見てたってしょうがない。ここを見て、だから過去の自分が苦しい波動を出してたら、現実としては苦しい現実が来てるはずなんですよね。今が苦しいってことは過去の自分が苦しい波動を出してたから、現実としてそういう苦しい現実とかさ、ちょっとあと一歩ってとこなんだけど、ちょっとやっぱり現実が苦しいっていうのはやっぱりそういう波動を出してたっていうだけだから、ここをすごいフォーカスしてここに入ったってしょうがないんですよ。過去のものだから、結局自分の波動が乱れるだけっていうことですね。そうだから、そこに関してご自身がやるとしたら、今の波動を整えるっていうことで、もうここを無視して自分がやることは、自分の波動を整えるのみっていう感じですね。だから苦しい現実がずっと続きがちな人は、まず自分の波動を整えること、自分が好きなこととか、安心したりほっとしたりっていうところをまずやることなんですね。なんか変えたいって、現実のこっちの映画の中を変えたいってこっちばっか見ててもしょうがないんだけど、一番手っ取り早いのはまず自分自身の波動を安定させるっていうことね。そのためにほっとする、安心する、リラックスっていうのをやっていけばいいって感じなんですよ。で今日ちょっと話してて、ゆるゆるしてればいいのかなって言ってたんですけど、ゆるゆるしてれば大体いいようになっちゃうね。それがでもそのゆるゆるしたっていうのが、その人にとってはゆるゆるが安心ほっとする、リラックス、無みたいな感じだったらいいんだけど、なんていうのかな、動いてることがさ、無みたいな人いるから、安心するみたいな。だからそういう人は動いてた方がいいと思うんですね。私とかの場合だとやっぱぼーっとしたり、リラックスしたりとかっていうところがやっぱりしっくりきてるから、そういう感じなんです。でゆるゆるしてったらどんな感じかっていう話なんですけど、ゆるゆるしてるっていう感じ、自分がほっとする、安心する、リラックスっていうのは宇宙の波に乗るんですよね。
で宇宙のこう波動とか波っていうのはもうねこう流れてるんです。どっち向きか分かんないけどこうやって流れてるってで自分が抵抗しなくなるとこの波にもうそのまま乗るっていう感じなのね。だから自分が何かしなくちゃ頑張らなくちゃっていうのは逆走なんですよ。こっちに行くの、こうやって流れてるものに危ない大丈夫やめときなすごいんだけどそうこういう感じで行って、ここに逆走する自分がいるって感じ、でこっちかもこっち側に行ったって努力したりなんだろう頑張ることもいいんだけど逆走だからこっち行っても何にもないんですよね。だったらもう乗っちゃった方がいいんですよ。乗っちゃえばビヨーンって勝手に流れていっちゃうって感じで宇宙の波に乗ると何がいいかっていうともうね本当にね良くなっちゃうのが当たり前なんですよ。これが本当すごいなと思うんですね。なんかね現実がもうシンクロの嵐みたいなシンクロの嵐良くなっちゃうのが当たり前全部うまくいっちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。それがなんかいきなりは来ないかもしれないけど回り出すんですよ。今お金苦しくてもなんか自分が抵抗をもう諦めてじゃあちょっともうぼーっとしよう安心しようみたいなやってるとこっちに流れていくから現実がなんかね回って乗り越えられちゃうみたいな感じだね、そういう感じ。そうだからもう頑張ろうとしたり何とかしようとしたり今のお金の現実を見てたって1週間前のものだからしょうがないっていうことですね、そんな感じです。それで、波動を整えててね、でじゃあそれだけでいいのかっていう話だったんですけど、それだけでいいんだけど現実としてだからあんまり自分の現実ってそんな大きくなっていかないじゃん。波動を整えてればいい感じになるんだけど、自分自身の現実っていうのはさいつもハイヤーセルフに、宇宙でもいいけどね、自分の気持ちがオーダーとしていってるんですね。だから今のお金が苦しいとか現実が苦しいとか思ってると毎回それがハイヤーにオーダーで言ってたって感じだからそういう感じでオーダーを自分が出してったってことですよね、だから先に自分がどういう風にしたいかっていうオーダーを出すのがやり方になるから、オーダーを出していきます。でそのオーダーの出し方っていうのは気持ちを出せばいいからそうだななんか叶えたい現実を大きくしたいなとかお金に余裕が欲しいみたいな、そんな感じだとするとお金がすごいたくさんあって、あったらどんな気持ちかなっていう気持ちを出せばいいんですよ。気持ちを出すこの気持ちがハイヤーにピヨーンとオーダーに行くって感じ。オーダー気持ちをだからこういう感じで意図的に願望を出していかないとそんなにこう大きくなっていかないってことですね、こんなもんでいいんだなってハイヤーが思ってるってことだから現実はそんな大きくなっていかないんですけどオーダー出せば大きくなります。それで、オーダー出した後何やればいいかっていうと波動を整えるってことですね、だからあれやんなくちゃこれやんなくちゃっていうのは逆走なんですね。逆走こっち向きになるってことだから、なんかこっち向きになるように、なんていうのあれやんなくちゃこれやんなくちゃっていうよりもやっぱり波動を整えることがすごい大事なんですよ。これやってればいいのだからオーダー出して動かなくていいんですよ、あれやんなくちゃこれやんなくちゃっていうよりも動かないで波動を整えてオーダー出して波動を整えてればいいの。お仕事をやってる人はお仕事を、そのままやったりしてもやっぱり会社っていうのはちょっと波動が乱れがちだから波動が乱れてるやつとあれロンジョンさんナマスカールどうもどうもどうもサンキュー、ちょっとカモコルチねロイタ、いろいろな人が来てますけど、そういう感じで、自分自身がだから心地よくいればいいんですよ、心地よくいったらやっぱりね回り出します。だから今のがコツだろう、なんか走っちゃったごめん自分がオーダー出す心地よくいる終わりそうオーダー出す心地よくいるオーダー出す心地よくいるってやつね、気持ちを感じるっていうのがあれだからこれがやり方なんですよね。だからもちろん頑張ってくれてもいいけど頑張ってもいいんだけど逆走だから頑張るっていうよりもなんかも
なんだろうな、宇宙の流れに乗った方が楽だし早いし拡大するってことなんですよね。なんで本当にこれをね、私はもう多分ね、これから何回も出します、このやり方。みんなね、現実が苦しいっていう人が多いからいっぱい来るもん。で私にいろいろこう相談してもらったりとか多いんだけど、メールとかでもね、チャネリング動画講座の内容の質問のところに相談内容とか書いてあるからちょっと困るんですよね。現実をやっぱ苦しい人多いんだなと思うんだけど、要はなんて言うんだろう、ここをやっぱり理解してくださいって言うしかないんですね。自分のことを自分で波動を整えるしかないんですよ。かなジョリー、なんだっけ、スリアに来いば、スリアやってあげて。そう自分でねやるしかないの。自分で自分の波動を整えられるのは自分しかいないから、私が整えるわけじゃないからね。もうね、自分で自分のことを満たさないと、もうね、人のことをなんていうのかな、自分のことを見てほしい人ばっかりいるんですよ。見て見てっていう感じとか、自分のこと知ってって、私さ、何やってるかっつったらさ、私自分の波動を整えることに一生懸命だからね。自分のことしか見てないんですよ。だから全然人のこともあんまり興味ないし、なんていうのかな、やってることっていうのは自分を整えることをやってるってことですよ。だからみんな一人一人が自分を整えることの方にやっぱりこう意識を向けることが、やっぱり苦しい現実を変えるというか、だから自分を満たすことなんですよ。小さなことからでいいから満たしていくこと、ゆるゆるな波動になっていくこと、まずここが第一歩です。でいい波動になってきたりしたら、現実が何が起きてるかってこっち見てたってしょうがないんですよ。自分が現実が苦しくてちょっとそこに入ってもいいよ。だけど一歩下がって、やっぱり一日の中で少しだけでもいいから自分自身の波動を整えることをやっぱりやってった方がいいと思うんですよ。やってった方がいいとか、やっていけばどんどん変わっていくから、みんなやってるのかなって思うんですよね。私はやっぱりこれもさ、変わりたかったから泣きながらやったりしたよ。このさ、壁に貼り付けて波動を整えるっていうさ、ゆるくいるとか、なんていうのかな、自分自身がなんていうの、心地よくいる、頑張らないとかさ、そういうのをなんか壁とかトイレとかに貼ってさ、そうだ、頑張っちゃったみたいな感じでこうやったんですよね、自分のためにね。だからそういう感じで、一つの私の喋ってることは例ですから、ご自身のしっくりくるやり方でもちろんいいと思うんですけど、本当にね、実践しましょうよ。自分のために本当に変わりたいんだったら、実践すればいいと思います。でこの現実に入るとか入んないっていうところでちょっと分かりづらいっていう方とかもしかしたらいるかもしれないから、なんかこの間相談された時にね、スターシードの愛梨ちゃんという子がいるんだけど、この子に相談された時のアドバイスがね、結構それを動画に出してくれてるのよ。自分が現実に入りやすいっていうことで、それをどういうふうに自分なりに解釈したかみたいな。だからそれを、URL というかね、下のところに貼っておきますので、よかったら見て参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。ちょっと騒がしいのでね、こんなあたりで終わります。ではでは。